そもそもがね、動物霊ついてるんで、がついちゃってるから。お父さん、はい。フワちゃんさん、ちょっとなんか先日大炎上してたんですけど、よく悪魔の回収っていう話をしてるじゃないですか。で、芸能人の方がね、ああいう風に炎上すると、やっぱ悪魔の回収が始まったのかなって思いがちだと思うんですけど、皆さん。まあ、YouTuber の人でしょ、元。そうだね、もともと YouTuber のね、あんまり知らなかったんだけどね。バラエティで大活躍しててね。すごい口悪い子よね。そうだね、でもあれがキャラみたいな、もうなんか、感じにはなってた人だったけどね。悪魔の回収が起きたのかと。ではないんですね。回収じゃない。回収じゃなくて、性格ですよね。もともとのもともとの、性格が露見したっていうか、そもそもがね、なんだろうな、動物霊ついてるんで、猿がついちゃってるから、猿の霊もついてるし、それいつからついてる？ちっちゃい時からですね。あ、もうずっと？本来の彼女の持っている守護霊さんとか霊団もいるんですよ。だからその人たちとも外れちゃって、もうそのいわゆる低俗霊がいっぱいついてるので、本人がそういう思想になっちゃってるので、強いて言えばヒッピー思想なんだよね、彼女は。ヒッピー？自由に自分の考え方を発言して生きていくのが正しいっていう考え方だし、周りがどんだけいようが古いことを言ってるとしか思ってないので、治りようがないよね、なるほど。まあだからこそ今の時代に生まれてきたような感じなんでしょうね。台湾の人は彼女の発言聞いて楽しいと思っていないんですけど、僕らの周りはね。ただ、テレビであれだけ必要とされるってことは、彼女の意見に対してスカッとするとか面白いと思う人たちが多いってことなんです。そうだね。もっと言ってしまえば、フワちゃん化した人たちが多いってことでした。動物霊がついてる人たちが多いってことですから、そのやっぱり代表例ですよね。まあ自分たちが日常生活それ言ったら許されないじゃないですか。でも彼女が言うと許されるっていうところはやはりある意味の、まあなんだろうな、カリスマだったってことだよね。あの人の場合は。がやっぱりその作ってる制作者のみんな大人なので、まあみんな腹に据えかねてて、で今回のものはやはりちょっとまあ生き死にの話について触れちゃったので、まあそれ一番今の時代先進的で絶対ダメと言われてる。言っちゃいけないことを。まあそれで亡くなった方もいるわけですから、自死してね、いますから、そういう面では先進的なところに、まあ裏垢なのか表垢かわかんないけど、自分の中で意図があったかわかんないけども、動物霊が書かしたんだろうなっていう。そうなんか本人のその言い分では、その身内でこの投稿にアンチコメントがつくんだったらこういうコメントで、それは大人が考えて喋らせてます。なるほどですね。このトラブル起きた時に彼女は、まあ当然なんだかんだ言っても人気者ですから、でなおかつその経済を動かしてるわけですよ。で Google Pixel とかもついてたわけですね。そしたら当然トラブルが起きました。まあ個人であったとしても一応業界の重鎮のところに行って。どうしましょう助けてくださいっていうのをやってるの。そういう人たちが考えて、こうやって言うといいよっていう。まあ、アドバイスは受けたわけですね。ただ、それ、フワちゃんのキャラとかやってることを全部理解して言ってるわけじゃないから、あまりにも有利したことを教えちゃってるので、また本人が到底言わないことをアドバイスをしたからそうなっちゃってるよね。そうだ、それを出した途端逆にまた炎上してみたいな感じだったので。まあだからまあ世の中が今みんなね、フワちゃんが悪いっていうよりは、二つあると思うよ。一つはやはり彼女が今までやってきたことに対して怒ってる人が多くて、なんでこの人これで許されるんだと思ってたのが、やっぱりダメだったじゃんっていう総攻撃もあるし、あと今世の中ってみんなもう一応クレーマー社会になっちゃってるので、とにかく弱いものを見れば叩け。そうね。それもその正義論じゃないけど、これは間違ってるんだと。そしたら私たちは正義だと思ったら死ぬほど言ってもいいっていう世の中になっちゃってるから、ちょっとそういう意味ではお隣の韓国化してきてるよね。日本っていうのはね。だから止まらないですよ。これは正義だと思ったら止まらない。正義は歯止めが効かないので、そういうところではそろそろ止めた方がいいし、まあ彼女はお笑い芸人ではないけど、もうちょっとお笑い的な感じの星野くんが今やってたりするけど、そうですね。どちらかとみんなやっぱりフワさんに対して、フワちゃんに対して腹立ててる人が多かったみたいで、あんまりもうみんな助けないよね。今回相手が女性芸人さんっていうのもあるんじゃないですか。
やすこさんだっけ。やすこさん彼女もでも女性チックな答え方だったね。まああれ、すごい女っぽいなと思った、俺は。ちょっとそうでしたね。うまいなっていう。タイミングとかね、タイミングが出し方タイミング見たら、うわ、これ、女の同士の戦いの中での、弱い者の駆け引き戦いの返しだな、みたいな。みんな分かってるんだけど、それ出しちゃうと、どっちも女性になるから、わーちゃん叩きたいわけじゃん、みんな。だからそこは見なかったんだよ。だけど、今度は、それを見て、やす子もビビるわけじゃん。自分も同じ路線で戦ってたわけだから。やす子技を使ってたわけ。やす子さんを叩いてる人も別でいましたしね、実際に。で、一応は収束は図ったんだけど、あの人のキャラがあるから、芸人としての。あんまりそこでかわいそうとされると、仕事上がったりだよね。やりづらいですよね、確かに。だからみんな壊しちゃってんだよ。大丈夫これ。本当だよね。みんな壊しすぎよ。でもこれって大きく言えば、そのついている動物霊の本当にこのフワちゃんはね、影響っていうのはものすごく大きいってこと？大きいし、ボスザルみたいなのがいて、それが世の中のいろんなその一般社会にいるアニマル霊がついてる人たちを煽ってっていうのはありますよ。じゃあ思惑通りなんだ。世の中の今の一つの鏡だよね。すべてそうじゃないですよ。フワちゃんをいいと思う人たちはその傾向があるってことです。あれがいいと思う人いないんじゃない？礼節の国でさ、日本っていうね、そういう礼儀の国で礼儀無視していいんじゃんっていうのの風潮を作っていく意味がわからないよね。ここはアメリカじゃないので、ヨーロッパでもないので、やっぱり歴史上それは日本っていう国の中でね、守られてきたものを崩していって平気っていうのは、いくら時代が古いとか新しいとかって問題じゃないからね。俺は思うけどね。そうだね。まあもう戻ってこないですよ、芸能界には。そうなんだ。これね、YouTube も厳しいんじゃないかなと思ってるよ。だって Google Pixel って、要はあれでしょ ?YouTube も傘下だよね。そんな大きいところがさ、もうダメだって言ってるわけだから、YouTube でやるって言っても、また YouTube で好き放題やったら同じことだよね。そうだね。実際にも海外に行く予定とかだったんだっけ？そうなんですか？もともと。だからそろそろそのアンチが強くなってたんじゃない？本人も日本で厳しいなと思ってたから、海外行って、海外に行ってもどうせアンチはできるけど、数が多い分だけ、長く生きられるじゃん。もう海外のエンタメ行こうとしてるんだよ。でもちょっと海外だとなんかいろいろ服装とかキャラ変えると通用しそうな気もしない？あの感じは。あの弾き方はね。でも下品すぎない？どの時代でも条件ありますけど、その中でいかにね、条件に巻かれながらも、その中でちゃんと自分を表現できる人がすごいんじゃないかなと思いますよ。今の時代は生きにくいっていう人いますけど、じゃあそれ戦前どうだったんですか、戦後どうだったんですかってなっていくと、今ほど自由でやりやすい時代じゃなくて、それが行き過ぎてしまって、まあ暴力とかね、いろんなものがはびこったから、モラハラ、パワハラっていう言葉が出てきて、まあ今制御してるだけですよ。その中において、そんなに古いって言ってる人が今回怒られたということですよね。ただ、でっかいスポンサーついてたからね。本当にね。外資のあんな大きいとかだけの影響力がある方だったから、そういう意味ではもったいないな。本当そうだね。でもなんか少しほとぼり冷めたらその影響力をね、今度はまた違う形でね、いい影響をもたらしてほしいなと思うんだけど。もう無理かな。ダメ？篠原さんって昔いたじゃん。篠原って。ね。あんな感じで、また本人も出てたけども、彼女はもともと作ってたわけじゃん。ね。フワちゃんまんまですから。元があんなので。全く作ってないキャラ。もっとひどいと思うんですよ。一応またテレビ放送だけしたんじゃないか。そっか。だって、大物の人にも全部呼び捨てだもん。そうだね、確かに。一応後で手紙が来て、失礼いたしました、どうとかいうのが来るけど、誰かが書いてるでしょ。本人がやらないと思うんですよ。それは事務所がやってるでしょ。そんな気がするけどね、これは。今、個人事務所だったよね。みたいですね。まあ、一応事務所独立ってなったんだけど、前の事務所もクビになったんじゃないの？そんな気がするけどな。動物霊にあんまりこう
寄られないためにする、あーなんかちょっと、それ大事だね考え方古とか。くからの動物園っているのよ。キツネ、あ、はいはいはタヌキ、い。うん。キツネってあるじゃん。お稲荷さんの。ね、よくね、女性で、あの人キツネっぽいよね。冷たい計算ずる賢いよね。とかあるじゃん。んあれまさにキツネなんです。がついてる状態。ついてる。へその裏を描いたりとかね。じゃあ顔も狐っぽくなってくる。そう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 。そういう古来の、日本古来のキツネさんとか、まあ、タヌキさんとか、猫とか、にゃーん、これにゃーんって人もいるじゃん。そういうのは多かったけど、猿珍しいよね。猿なかなかね。猿見ると初めて見たかも。蛇とかね、巻きついてるそうだ、とか言って。蛇のね、まさに蛇ね。だから意外と女性蛇の指輪とかね、アクセサリー好きな人多いですよね。可愛いと思うんですけど、私もそれついてるのかな。大丈夫。つきやすい、女性の場合は。どうしても冷え性になりやすいから、同あ、じゃあじちょっと冷え性の人、蛇。につきやすいよ、つきやすい。あら。そういう特性。危ない日本ってね、蛇信仰あるんですよ。あるよな。蛇信仰そうだよね。狐信仰も。あるね。他力本願っていうのが日本人の考え方だから、やはり自分の力だけではダメ、自然災害の力を借りますっていうところで、当然、稲荷神社は狐さんになるし、蛇もね、ちゃんと蛇のその神社あるしね、そういう助けを借りるってなるけど、猿神社はないね。ないね、確かに。聞いたことないかもしれない。ねえ。あんな感じになるんだね。キーって感じになるんだね。それ、じゃあ、その寄せ付けないためには、もう体質から改善していかなきゃいけない。まあ動物らは普通にいっぱいいますから、その動物的な暮らしをしない形で食べるとか、下品な言葉を使うとか、ダッシュで生活をしてると、品よく、丁寧に暮らしてれば大丈夫ってことですね。そうなんですよ。皆さん、品わかります？品ってわかるかな、そもそも。品は口が3つあるでしょ。ね、人間って陰口、表の口、心の口って3つあるんですよ。その中で、陰口ばかり上に来る人っていうのはダメじゃん。表ばっかりもダメじゃん。で、魂の口ばっかりを言ってもやっぱり誤解されちゃう。本当の本ね。それはだからうまく品よく使いましょうっていうのは、常にちゃんと TPO に合わせて、自分の状況をちゃんと整えてくださいが品なんですよ。で、品格もすらもないっていうのも、そんなことも考えずに、思うまんま、刺激のまま生きる人のことです。なるほどね。で、それがまずできないから人間はしつけっていうのされるよね。その品がわかんないから、まずはしつけましょうっていうところで、教育があるし、小学校、中学校っていう中で学校の先生たちが教育しつけっていうのをしていくよね。だけども、そのしつけの中でわかんないけど形にはめられながらも、こうしていくとうまくいくんだっていうところから品を学ぶっていうのが日本の教育なんで。まあそれ自体を否定してるでしょ、あの人たちは。そうですね。だから型にはまりたくねえよって言ったら、それは品は学びませんっていうことだから、もともと品が良ければいいんだけど、品が悪いんで、そういう意味で下品なんですよ。それに自分の悪いところばっかり出る。で、上品だけもダメですよ。上っ面だけになっちゃう。そういうようにやっぱり品っていうのはすごく大事なんで、まあ、今回は品がなかったなっていう感じはするよね。蛇気をつけないとね。たまにここで話題だけど、坂崎さん蛇大好きよね。チュウで好きな方とかはじゃあ注意ってことですか？ちょっとこうちゃんに聞いてみよう。あの人ね、何でも飼ってたんですよ。亀から全部、爬虫類系、両生類も全部飼ってたんですよ。死ぬほど。一昨日たまたま話したんだけど、家に60センチ水槽を30本あったらしいよ。それ全部 30 本って言ったけど、懐石屋さんじゃん。本当だね。じゃあ魚もともとね、影響が受けてるわけでしょ？受けてます。確実に。受けてる。そうやって考えると、坂崎さん別にうまくいってないわけじゃないから、まあ、なんていうかな、動物霊とか、いわゆるそういうものに力を得て、うまくいく人もいるってことだよね。うまく味方につけたらいいんだね。お互い共栄共存するっていう。まあでも、坂崎さんはやっぱ品がある方ですもんね。そうです。品ありますよ。非常に頭のいい、品のある方で。そうですね。だから猫ちゃんなんかでもね、あえて保護猫してね、手足が大変とか目が見えないとかっていう、あえて自分で育てて、っていうふうにする人でもあるしね。上品に生きるが大事なんですね。上品ですよ、お二人とも。はい。私はちょっとたまに下品だけど。いや。今回のフワちゃん騒動からね、上品に行きましょうってことをみんな学んでいただけるといいのかなと思っております。京子さんがちゃんとまとめをする
テクニックを身につけておりますね。いや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 。さすがでございますね。は結論ね、はい俺たちフワちゃん頑張るなの？それとも、フワちゃんみたいのダメってことなの？いやーそれとも、なんか動物園と仲良くやりましょうってことなの？いや、私的にはもう動物園と仲良くっていうか、うまくね、共栄日共存し本っていう土て壌があるからね。いきましょうかの方が。否定をするというよりは、そういう仕組み、うん、もしくはそういうメカニズムを理解そうしてそうそいきましょうっていうことですう。よね。うんまあ、人間もそうですけど、そういう動物でもいい悪いありますからね。本当そうですよね。まあ、そういう土壌の中に私たちは生きてるっていうことでね。まあ、フワちゃんも頑張れ。ね。粗品君もちょっと最近調子悪いみたいだけど、あんまりこの騒動に首突っ込んでほしくないな。みんなね、あんまり叩くのやめようよ。そ本当こそう。もうそれにやめろ心の声が。もう上品じゃなかったんで、ね心の声が出ましたけど。まあ、ということでね。本当にはいうん頑張ってくださいはい